こんにちは、トランスです。今回はルモーテの収集物を攻略します。この金色のアーティファクトは全部で54個あります。トロフィーの取得条件は全て集めることです。最初にプレイするワールド1で全て揃えることができます。ワールド1のほとんどのステージに1つずつ配置されていますが、タワー4の第3ステージにはありません。一度取得してしまえば、その後落下してミスをしても大丈夫です。ステージをクリアする前の早い段階、できれば最初に取得しておきましょう。画面では足場の悪いところにアーティファクトがあります。取得した後にミスをして落下することがよくあります。今回の動画でも何回か失敗しています。その時には取得扱いになりますが、ステージのパズルはやり直しをすることになります。これが結構面倒なので、取れるアーティファクトは早めに取っておきましょう。そして、このトロフィーを取得するにあたって大事なポイントがあります。それは、ゲートを通過してしまったら、前のステージには戻れないということです。ルモーテはステージセレクトができません。また、オートセーブのため、過去のセーブポイントをストックしておくことが通常はできません。ただし、プレイステーション4なので、USB メモリを使えば可能ですが、おすすめしません。なお、アーティファクトの取得はシステムファイルで管理しています。ですので、コンプリートした後にニューゲームを始めても、アーティファクトは全て取得済みになっています。攻略に戻ります。取得し忘れても、序盤のステージならニューゲームで取り戻せます。ですが、終盤のステージの場合は、間違いなく2周目で回収することになります。これがとても困難です。まず、どのステージで取り逃がしたか、普通は把握できません。さらに、ワールド1とワールド2を解いて、初めて1周です。また、2周目をプレイするとわかりますが、解き方を覚えていません。トランスは、ステージが難しくなり始めたあたりから、動画で攻略法を残しましたが、いちいち確認するのも面倒でした。トランスは、1周目は楽しんで、2周目はトロフィー取得のためにプレイしました。そして3周目から6周目までは動画の撮影のためにプレイしました。暇人ですね。これから始める皆さんもトロフィー取得のために2周はすることになると思います。トランスのようにやり尽くしたプレイヤーなら1周でコンプリートも可能ですが、制限時間やノーミスのトロフィーもあるので、無理は禁物です。体感としては、2周でコンプリートするだけでも、事前の学習が必要だと思います。ですので、この動画を参考にして、アーティファクトを1周目に取得してしまいましょう。なお、時間制限のあるトロフィーは、来週裏技で攻略します。また、ノーミスのトロフィーは、セーブデータをこまめに複製することで達成できます。そう考えると、もう少しユーザーの視点で作ってほしかったですね。映像も音も広がりがあって美しく、パズルもまずまずですが、トロフィーでユーザーが敬遠しているかもしれません。メーカーさん、次回はステージセレクトありにして、クリアしたらプラチナトロフィーにしてくださいね。そして、今、画面上でタワー4の第2ステージを表示しています。この次の第3ステージにはアーティファクトがありません。画面は第4ステージに変わりました。このことは覚えておきましょう。さて、あとは動画を見ていただければいいので、私は一旦退出します。動画の最後の方に再登場しますが、これは日本語版のローカライズの不備についての説明です。おそらく他の言語には関係ありません。では後ほど。
最後のアーティファクトを取得してコレクター魂をゲットのはずです。でも全てのステージをクリアした時のトロフィーになっていました。ちなみに本来パズルは品切れというトロフィーを取得するところではコレクター魂が表示されてしまいました。最初に見た時トランスは混乱しました。これが修正されるのかどうか興味はあります。いかがでしたか？来週はトランスが編み出した裏技を紹介します。お楽しみに。